さあ今年も自家用路線バスのエアロミディ ME 通称ミディちゃん車検を取ってまいりました。皆さん路線バスの車検代っていくらかかると思います？ 1、10万円、2、20万円、3、30。菊新チャンネル始まるよ。はい、おはようございます。菊新チャンネルです。今日はね、路線バスミディちゃんの車検になります。それをね、今日は持ってかなきゃいけない。天気がね、おかげさまで良い。すごく寒いんだけどね。よいしょ。大丈夫。皆さんおはようございます。菊新チャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。これからね、今年もバスの車検に向かっていきたいと思います。もとこ積んだよ。で今日は路面にとりあえず雪がない、ゆうべ雪が降りませんでしたので、バスを置いて元コンポで帰っていきたいと思います。先日ね、バッテリーの修理で約5万円を使ってしまいましたので、今回ね、15万円ぐらいで車検収まればいいかな。さあ今回は果たしていくらになるんでしょうね。本日も笑顔で安全運転で出発です。後ろへこんでるバスいる。はい、ミディちゃん色のね、整備工場さんが見えてきました。よし、ではお願いします。よし、帰りまーす。頼みました。おお、寒いけど大丈夫って言われて、大丈夫って言ったけど、やっぱ寒いな。足が冷たいね。上着は結構厚いワークマンのやつ着てるから大丈夫です。まあ近いからね。よいしょ。時速もね30キロだからね。あ、ちなみに元コンポは30キロ以上出ないです。頑張れ頑張れ。
頑張れ頑張れ。お、やばい、スピードが落ちてきた。頑張れ頑張れ。反応するか。よいしょ。あ、反応しないか。よし、 OK、 反応した。よし、帰ってきた。寒いな。ひりちゃんがいなくなりました。寒い寒い。ガソリンを。はい、無事にね、ミディちゃん帰ってきましたので、シールを貼り替えてですね、さてさていくらかかったんでしょうか、見ていきたいと思います。鍵折り、これ車検証のシールですね。次2月13日まで車検が残りました。山折り、山折り、谷折りで合体。よしと、出来上がり。バスは窓でかいからどこでもいい。ここで貼っとくか。よいしょ。絶対視界の妨げある。で、これが適合書というものをね、指定工場で受けると、その車検証のシールが来るまでこれをつけておく。2月18日まで使えるよってやつですね。納品書、合計14万2930円になります。パチ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 。よかったー。よかった、リーズナブル。今回は。内容ですが、12ヶ月点検、基本点検作業料が3万9000円。それから保安検査料が7000円ですね。で、あとは、ここら辺は点検、取り替え、ブレーキオイルを交換してもらいましたね。4000円。それから点検、取り替え、リアアウターシール、リアアウターシールというやつを交換しました。うん。これが、2個だから4800円か。あとはエンジンオイルをね、とエレメントを交換してもらいました。これが合計で、約2万円ぐらいですね。うん。で、あとクーラントをちょっと足してもらって、ショートパーツでちょっとお値引きをしていただきまして、この金額ということですね。なので、まあエンジンオイルがまあ2万円だから、まあ実質の車検代みたいなのは、12万2930円ということになりますね。はい。走行距離61万5367キロということになります。いかがでしたか？高い？安い？高い？安い？まあ安くはないよね。毎年車検なので、そう。バスは毎年車検です。2ナンバー。バスはね、2ナンバーになります。2ナンバーになると、毎年車検になってしまうので、毎年車検がかかります。乗用車ね、例えば5ナンバー、3ナンバー、それから8ナンバーなんかは2年に1度の車検なので、車検の費用は、で、2ナンバーの定義って何っていうと、2ナンバーは、乗用車で定員が、11人以上かな。10人までは3ナンバーで、11人からはこの2ナンバーになってしまいます。で、2ナンバーになると、毎年車検になってしまうので、毎年車検がかかります。まあ、今回、まあ、基本的な車検料が、なんやかんやで、まあ、12万円ぐらいだったとして、部品交換とかもしてるから、その分を引いて、まあ、大体10万円だとして、毎年なので、20万円ぐらいになります。これ1回だと、半分ぐらいになるので、車検代がまあ整備がなければ2年に1回だと10万円。単純にそうではないんだよね。重量税とかそこら辺のこともあるから、やっぱり2回でも1回でも変わるっていうのは、その基本点検料とまあ作業料の部分がね、そこら辺がやっぱり毎年なので高くついてきます。実質やっぱりちょっと高くなるよっていうところはあります。はい。じゃあこのミディちゃんなんですが、定員をね、実は10人以下にすると、
3ナンバーになります。はい。大型のバスでも定員が、椅子の数が10人以下になると3ナンバーになるので2年車検になります。っていう風な改造もできます。例えば、ここら辺の横向きの椅子ね。ここ1、2、3。これね、今、16人乗りで取ってあります。椅子の数が、ここが15個と、あと運転席で合わせて16人になるんで、これを6人減らすと3ナンバーで2回に1回の車検になります。で、あと、その3ナンバーにするとメリットがあるのが、高速道路とかの、休日割引、ETC 休日割引とかが使えるようになります。ただ、2ナンバーで乗ってる理由っていうのもあります。それがね、自動車税。5000cc 以下。まあ、これ割増なしの金額で言うんですけど、5000cc なんですけど、これ、正確に4900とか4800とかなのかな。それだと、88000円です。はい。で、2ナンバーのバスだと、定員が30名以下であると33000円になります。そうすると55000円差が出ます。1年あたりね。うん。2年で11万円の差が出てきます。はい。11万円の差。さっき車検がさ、やっぱり10万ぐらいかかるって言ってたから、トントンなんだよ。どっちでも税金が高くなるか、それか、車検代がかかるかって言って、いずれね、まあ、トントンなんですね。うん。で、じゃあ、その金額トントンだったらどっちがいいかっていうことで、まあ、考え方によりますけども、例えば ETC 割引がね、高速道路にたくさん乗るんだったら ETC 割引が、効いたりとかした方がいいですね。はい。ただです。この車は高速道路に乗れないんで、そもそも。そうすると、あんまり乗用車にしているメリットはないです。乗用車にすると、普通免許で乗れます。昔取った普通免許だと、これ、そのまま乗れます。12以下の定員だから。そうすると、免許がいらないっていうメリットはあります。うん。ただ、その、中型の限定解除ってね、多分、いくらだっけ ?7、8万でできるんだよ。そうすると、実はまあ自動車税2年分ぐらいで元が取れちゃうっていうところもあります。うん。そこら辺がメリットなんですが、じゃあその同じ10万円をどっちに振るかっていうので、僕は整備の方に振りたいなと思っております。整備とメンテナンスに余計10万税金を払うよりいいって言ったらさ、なんか非常に失礼な話なんだけど、同じ10万円をどっちにかけるかって言ったら、税金を払うよりは整備をバッチリにかけた方が僕はいいかなということで2ナンバーにしております。そういう理由があります。で、あとはね、大きいのが、実はこの割増、税金って割増するんですよ。うん。で、さっきもちょっと言ったけど 15% 割増になります。3万3000円の 15% って4500円ぐらいです。ただ8万8000円の 15% ってなると1万5000円ぐらいです。そうすると1万2000円ぐらい割増分でも差が出てくるので、そう考えると2ナンバーの方がメリットかなっていう風なね、方法があります。まあ税金をねとか維持費を安くするんだったら、例えば改造して、キャンピングカーはね結構税金が高いんですよ。優遇税制が 10% ぐらいの高いんですけど、なんかね聞く話によると、移動事務室車、それから移動工作車とかにして、例えば後ろ半分をその事務室に改造したりとかね、工作機械の棚とか積んだりとか作業テーブルなんかを積むと、どうやら税金とか、重量なんかね車検も2年になって、で自動車税も安くてとかっていうメリットもあるらしいんですが、まあ僕はねキャンバケの時のお風呂バスなんかもやったりするしね、クマたちもクマたち人じゃないから別に関係ないかなんかみんなでこうワイワイ出かけたりとかもできるっていうことで、まあバスなんだからバスだよね。そう、自家用路線バスって言ってるのにさ、なんかね移動事務室車だったらおかしいでしょっていうこともあって、バスのまま使っております。バスだからね、バスとして生まれてきてバスとして生きていくんだからバスね、そういう風な考えでやっております。ね、はい、というわけで今回は車検代が、14万2000円ぐらいだったので、まあ、今までの中ではね、比較的リーズナブルかな。
40万、30万、40万だった時もあるもんね。毎年30万、40万だとさ、やっぱ死んじゃうよ。お金稼いでくれるんだったらいいんだけど、日頃働いててね。日頃も休息してるから、普通のバスは働いてくれるから、お金かかってもお金稼いでくれる。お金あんま稼いでくんないんでね、無料なんでね。はい。なので、できたら維持費はね、安い方がいいかなと思っております。これの他にね、自動車保険が、いくらだけど、自動車保険でもそんなに高くないんだよ。2万何歩ぐらいだったと思います。であとはさっき言った3万3000円のプラス 15% の自動車税がまた、5月にやってくるので、そしたら払いたいと思います。今年はね、これも来てるからね。こっちはいくらかな、3リッター。ただ多分エコカーだからちょっと安いかな。あとね、ワーゲンも来てんだよね。ワーゲンも普通車だからちょっと多分ね、ワーゲンしかもね、築50年なので、もちろん割高税金なのでね、恐ろしい税金が来るんじゃないかと思っております。5月にまた実況したいと思いますので、ご期待いただければと思います。はい。というわけで、バスの維持費、車検に関して今回ね、動画にしてみました。皆さんの参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。